なぜプロや上級者はクラブがシャローしたままインパクトを迎えることができるのか。切り返すときにクラブが前回り、ダウンスイング、この辺りからクラブが前回り、フリップして、引っ掛け、スライス、ダフリ、いろんなミスが出ています。なので今回は、シャローしたまま下ろしてくる。このために必要な考え方、お話したいと思います。それでは結論を話します。それは、フェースターンするときに、ヘッドの場所を移動させないでください。これが、シャローしたままインパクトを迎えるコツになります。具体的にヘッドの場所を移動させないとはどういうことか。ここからグリップエンドを支点にヘッドを動かすと、フェースがターンするまでに1メートル、2メートルヘッドが移動する必要があります。しかし、ここからヘッドの場所を固定したままグリップの位置を動かすと、すごく短い時間でフェースをターンさせることができます。このヘッドの動かし方を再現するために、ラッチ、右腕を正面に上げる、この動きが必要になってきます。トップからシャローしたままずっと体の回転だけ、手を下ろしたり、クラブを閉じたりしない。このまま体の回転だけですると、フェースが開いてグリップがボールよりも左側に来ます。ここからラッチです。この時、開いているフェースを無理やり走らせて閉じるのではなく、ヘッドの場所を移動させないように閉じる。この感覚。片手で打ってみます。体の回転で降りてきて、そしてヘッドを走らせる瞬間に逆にヘッドを動かさない。実際には回転のエネルギーがついているのでヘッドは移動します。しかしグリップエンドを支点にしてヘッドを走らせる。これはヘッドも走って球が飛びそうな気がしますが、フェースターンが間に合わないのでトップから早めにクラブをほどいてフェースを閉じてインパクトでヘッドを移動させようとするからダウンスイングでそのツケが回ってきて様々なミスを生んでいます。最近特にこのラッチという話をしつこくしています。グリップの位置を急に方向転換する。こうではなくこう。これをハンドファーストの位置でやる感覚。両手で持っても左手が邪魔しないように体の回転で下ろしてきて、そして回転しながら少し右手をポンと跳ね上げる感じ。球を飛ばすにはヘッドスピードがいる。ヘッドスピードがいるにはヘッドをたくさん移動させなければいけない。この決めつけが結果的にアーリーリリースを生んで、そしてシャローしたままインパクトまで我慢できない。早めにクラブをほどいてしまう。そしてグリップエンドを支点にした方がクラブが長く使えるのでヘッドスピードが上がるような気がしますが、クラブは重たいんです。グリップエンドを支点に急にヘッドを加速させようと思ってもめちゃくちゃ重たいです。クラブは軽く使う。ヘッドの重さを逆にあんまり感じないように使おうと思えば、体の回転で体の近くにクラブが来る。そしてリリースの瞬間にグリップの位置が動く。するとヘッドが軽くなってきます。この軽く感じてきたら体の回転もつけて球を打つ。一見ヘッドスピードを出す、ヘッドを走らせると逆に感じますが、まずは片手でこのラッチという動きやっていただいて、その時にヘッドを移動させない。ドリル的にはマットの左端よりもヘッドが出ないように素振りをする。
一度グリップがボールよりも左に来て、そこから手を前に上げてヘッドを移動させない。こうではなく、こういう感覚。これに体の回転をつけていきます。一度トップからインパクト直前まで何もしないでシャローさせたまま下ろしてきて、そして当たる瞬間にラッチをする。これで球を打ってみてください。コツが分かるととっても打ちやすいと思います。